報された最弱勇者。ガチャ進化で無双の頂へ。第14話。鏡の中の試練。足元から這い上がる黒い影が彼の足を絡め取り締め上げてきた。ユーマ。リーナの声が響く。彼女は矢を放ちユーマに絡みつく影を吹き剥がそうとする。だがその隙を突かれ別の影が彼女に飛びかかった。キャッ。リーナの腕が裂かれ赤い血が飛び散る。弓を持つ手が震え矢をつがえる余裕もない。次の瞬間3体の影が同時に襲いかかり彼女の背中を石壁に押し付けた。黒い牙が喉元に迫る。リーナは必死に短剣を突き出すが数が多すぎる。ここまでか。ユーマの胸に冷たい予感が走る。槍を握りしめたまま必死に足を踏み出すが敵の数は雪崩のように押し寄せ押し返す力が届かない。だがその困難の中ふと目に入る光景があった。倒すたびに増える影。そして増殖を繰り返すごとに周囲の光が少しずつ失われていく。苔の青白い輝きが弱まり空間そのものが薄闇に沈んでいく。ユーマは歯を食いしばり呼吸を整えた。影食いの動きを観察しある規則に気がついた。そうか。声はかすかに震えていたが確信に変わっていた。いいな。影じゃなく本体を探すんだ。本体。リーナが驚きに目を見開く。その瞬間背後で影が牙をむき再び喉元に迫った。明かりが吸われていく方向だ。こいつらが偽物ってわけじゃない。でも本体がいる光を食ってる核だ。きっとどこかに隠れてる。リーナは光が消えていく方に耳を澄ませた。闇のざわめきの奥に一つ不足的な鼓動のような音を聞き取った。あった。右奥の壁の裏。任せろ。ユーマは槍を構え敵を蹴散らしながら突進する。群れが一斉に襲いかかるがリーナが目標の先へと一筋の矢を放つ。ユーマの進路を切り開いた。壁際にたどり着いた瞬間ユーマは飛び上がり全身の力を槍に込める。ペンをじくらえ槍が壁を貫き奥に潜む黒い結晶を突き砕いた。耳を裂く悲鳴が広間を揺らし増殖していた影食いたちが次々と無散していく。残されたのは砕けた黒い核の破片と静寂だけだった。静かになったにゃ。リーナがその場にへなへなと座り込み深いため息をつく。ユーマは槍を吹き抜き汗を拭った。危なかったな。核を見つけられなきゃ。ここで全滅だった。リーナはちらりとユーマを見上げてにやりと笑う。でも勝ったのは二人の連携いいコンビニャ。ユーマも小さく笑った。そうだな相棒。その言葉と笑みにリーナの胸がふっと高鳴った。真剣な眼差しに余韻を残す横顔は妙に頼もしく見えて思わず頬が熱くなる。どうしたなんでもないか。慌てて視線をそらすリーナにユーマは首をかしげるだけだった。そして勝利の余韻に浸る間もなく二人は顔を見合わせた。ユーマ、ここ中層より下だよね。リーナの声は普段の軽快さとは裏腹にかすかに震えていた。彼女の瞳には苔の光が揺らめく薄暗い空間が映っている。間違いない。この気配明らかに中層よりヤバい階層だ。ユーマは周囲を見回し湿った空気とどこか不穏な静けさに眉を寄せた。床が抜けたせいで予定よりずっと深く来ちまったな。ニャフでもさ戻る道もないし進むしかないよね。リーナが無理やり明るく笑うがその尻尾はピンと張っている。ユーマは小さくうなずき槍を握り直した。覚悟を決めるしかないようだ。広間の奥に闇へと続く階段が不気味に口を開けていた。二人は互いに視線を交わし
広間とは全く異なる奇妙な空間だった。鏡なのをイーナが小さくつぶやく。床も壁も天井も全てが磨き上げられた鏡面で覆われている。それは単なる装飾ではなく、まるで水銀を流し込んだような不気味な輝きを放ち、二人の姿を無数に映し出していた。一歩進めば足音は反響し、姿は四方八方に装飾して揺れる。上下左右の感覚すら狂い、立っているだけで平行感覚を失いそうになる。こりゃあ普通の階層じゃないな。イーナが急に目を丸くし、尻尾をピンと立てた。ユーマ、思い出した。昔冒険者ギルドで噂になってたやつだ。鏡の迷宮で獲物を惑わす魔物。それ最下層のボスじゃないかって話だったにゃ。彼女の言葉が反響し、鏡の空間で不気味に響き合う。ユーマは静かに息を吐き、鏡に映る自分の姿を冷たく見据えた。最下層のボス、笑えない冗談だな。二人の間に重い沈黙が流れる。鏡の奥で何かがうごめくような気配が漂っていた。まるで何かがこちらを覗いているかのように、ユーマは槍を軽く構え、警戒を強める。花の匂いがする。イーナは弓を握りしめ、耳を立てるように周囲を探った。不気味な静寂、風もなく、魔物のうめきもなく、聞こえるのは自分たちの呼吸音と足音だけ。だがその静けさこそが罠だとユーマは直感していた。ゆっくりと前進する。進むたびに無数の自分が鏡の中から見返してくる。表情も仕草も寸分違わず。だがほんのわずかに違和感が混じっているような気がした。今俺の映像が。笑った。ユーマは足を止め目を凝らす。鏡の中の自分は確かにこちらを見ていた。だがほんの一瞬、口角が勝手につり上がったように見えたのだ。ユーマ、イーナが怪げそうに振り返る。だがその声に応えるよりも早く、鏡面が音もなく揺らめいた。水面に石を投げ込んだかのように波紋が広がり、その中からふと影が一個、二歩と現れる。それはユーマ自身の姿だった。ユーマは反射的に槍を構える。目の前に立ったのは服装も体格も同じ、まるで写し鏡から抜け出したかのようなもう一人のユーマだった。何これ。イーナの声が震える。だがそれだけでは終わらなかった。今度は別の鏡からイーナが現れたのだ。ユーマの隣に立つリーナと寸分違わぬ姿で、同じ武器を構え、同じ猫耳を揺らして、二人ともそっくり。イーナがかすれ声で言った。本物と偽物が鏡張りの空間に4人並び立つ。どちらが本物でどちらが幻影か区別のつかない状況に空気が張り詰めた。油断しすぎだな。目の前の偽ユーマが口を開いた。声も響きも本物と全く同じ。だが口にした言葉は胸を刺すような毒だった。いいな、お前は足手まといだ。ここまで連れてきたのは間違いだったかもしれない。イーナが目を見開き、わずかに後ずさる。続けざまにミセリーナも口を開いた。ユーマ、あんた本当に私を信じてるにゃ。いつも冷静ぶってるけど、本当は私が裏切るかもしれないって疑ってるんじゃないの。胸をえぐるような言葉。それは普段二人がケツで口にしない心の奥底の疑念。そして二人の心を読み、弱みをつくような疑念だった。こいつら俺たちの迷いをついてくるかか。ユーマは低くつぶやき、槍を構え直す。だが手に汗がにじむのを止められない。懸念の言葉は果てすればするほど心に絡みついてくる。イーナは本当に俺を信じてくれてるのか。いや、そんなことを考えるな。ユーマは一人でも戦える。じゃあ私は本当に撃つようになのを。二人の胸に疑念が少しずつ目を伸ばし始める。そして懸念た
ちは一斉に動き出した。ユーマの偽物が槍を構え、イーナの偽物が矢をつがえる。殺す気で来るぞ。ユーマの叫びと同時に鏡の迷宮は牙をむいた。あ、槍の切っ先がひらめく。だがそれと全く同じ動きで偽のユーマも槍を突き出してきた。金属がぶつかり合い、火花が散る。まるで鏡合わせだな。ユーマは舌打ちし押し込もうとする。だが相手も同時力で押し返してくる。力、技、動きすべてが自分と同じ。だからこそどんな一手を繰り出しても完全に読まれてしまう。一方、イーナも矢を放った。だがそれと同時にミセリーナも弓を吹き絞り、鏡のように同じ軌道で矢を放ってくる。2本の矢が空中で激突し、木の破片が散った。な、本当にコピーそのものにゃ。緊張と苛立ちが同時に膨らんでいく。表面の空間に4人の戦いが映し出される。だがどの姿が本物でどの姿が幻影か、錯覚でわからなくなるほどに入り乱れ、混乱を誘った。そんな中にセユーマがわずかに笑った。いいな、お前の矢は遅い。だから俺がいないとすぐに敵を外す。イーナの胸に冷たい針が突き立つ。その一瞬の動揺を突き、ミセリーナの矢が頬をかすめた。いいな、ユーマが叫ぶ。だがその隙を偽ユーマが槍でついてきた。ギリギリで受け止めたものの、腕に鈍い衝撃が走る。言葉で揺さぶって隙を生ませる気だ。そして次はニセリーナが声を発した。ユーマ、あんた本当は私を守ってるんじゃなくて、いつ裏切るかわからないやつだって警戒してるんじゃないの。心臓を握りつぶされるような感覚。否定したい。だが否定すればするほど、まるで本当に心の奥でそう思っていたかのように疑念が膨らむ。違う、そんなわけない。ユーマはかろうじて声を絞り出した。だが鏡の迷宮は冷酷に反応した。カポン。床下から不気味な音が響き、空間全体が震えた。鏡の壁がわずかに変形し、偽物たちの姿が一回り大きくなる。強くなった。イーナが顔を青ざめさせる。そう疑念に心をとらわれればとらわれるほど、幻影は力を増していくのだ。この空間そのものが彼らの心を試す試練なのだと理解した。続く。次回。第15話、頼れない存在。追放された最弱勇者。ガチャ進化で無双の頂へ。第15話、頼れない存在。畜生、心の隙をつく魔物なんて。ユーマは槍を振るい、偽物の攻撃を吹く。だが力が増したわけ。その腕にはしびれるような衝撃が走る。イーナも矢を放つが、相手は以前よりも速く、鋭い動きでかわしてくる。イーナ、落ち着け。わかってる。でも、イーナの頭の中に、幻影の声がこだまする。ユーマは本当にお前を必要としているのか。矢を外した時、心の中で失望しているんじゃないか。それでも一緒にいるのは同情かもしれない。やめろ、やめて。イーナは叫び、矢を乱射する。だが感情に任せたいは制度を失い、ことごとく引かれていく。その隙をついて、ミセリーナが一気に詰め寄る。矢を放つ動作ではなく、短剣を抜き、一気に迫った。いいな。ユーマが割って入ろうとするが、偽ユーマが行く手を遮る。完全に分断された。刃が振り下ろされる。イーナは必死に身をひねり、かろうじて頬をかすめる程度でかわした。だがその瞬間、表面に自分の姿が映る。そこに映ったリーナは怯え、涙を浮かべていた。私、こんな顔してるのを、自分の弱さを突きつけられ、心臓が凍りつく。はあ、ユーマの叫びとともに、槍が偽ユーマを大きく弾く飛ばす。だが相手はすぐに体勢を立て直した。戦いは膠着し、鏡の空間に金属音と悲鳴が響く。そして、懸念
線の先に映っていたのは鏡の中のもう一人のユーマ。だがその幻霊は冷たく歪んだ笑みを浮かべ、何かをささやくようにリーナを見つめていた。リーナのふとは、もうお前を信じていないよ。その言葉が胸を刺し、リーナの指先が震えた。矢は力なく揺れ、彼女の手から静かにこぼれ落ちた。鏡の迷宮は二人の心を完全に飲み込もうとしていた。はあ、こぼれた弓が鏡面に当たり、カランと乾いた音を立てる。その音はまるで敗北を告げる鐘のように虚しく響き渡った。もう終わりだな。偽ユーマの声は冷たく、だが妙に優しい響きを帯びていた。彼女は戦えない。お前一人で俺に勝てるはずがない。ユーマの胸を怒りと焦りがかきむしる。黙れ。全身の力を込めて槍を振るう。だが幻霊はさらに力を増し、まるで鉄壁のように立ちふさがる。ユーマ。リーナの震える声が背中に届く。振り返れば彼女は膝をつき、必死に涙をこたえていた。私やっぱり役に立ててないのかな。それに利用しようなんて思ってないよ。その言葉にユーマの心臓が強く締め付けられた。幻霊の声が畳みかける。そうだ、彼女がいなくてもお前は戦える。むしろ彼女の存在がお前をなまらせている。違う。ユーマは胸の奥で叫んだ。だが口に出そうとすると言葉が詰まる。でももし本当にそう思っていたら、もし心の底でリーナを負担に感じていたら、その一瞬の迷いが幻霊に力を与えた。偽ユーマが一気に距離を詰め、槍を振り下ろす。金属の衝突音。ユーマは必死に受け止めたが、足元が滑り膝を突きかけた。ダメだ。勝てるわけない。負ける。その時だった。リーナが震える声でかすれた言葉を発した。私、本当は怖かったんだ。ユーマの目が見開かれる。リーナは震える手で胸を押さえ、鏡に映った怯えた自分を見つめていた。矢を外すたびにユーマに軽蔑されるんじゃないかって、足手まといだって思われるんじゃないかって、ずっと不安で涙がふと粒王を伝う。でもそれでも一緒にいたかった。ユーマと戦いたかった。だから彼女は落ちている弓を拾おうとかがむが、そのまま膝をついてしまう。ただ隣で戦いたい。それだけだった。その言葉がユーマの胸を貫いた。そうだ、自分もまたリーナを信じきれていなかった。幻霊の言葉に誘導に乗せられ、頼れない存在だと勝手に植え付けられていた。それが彼女を傷つけ、幻霊に力を与えていたのだ。ユーマは大きく息を吸い込み叫んだ。いいな、俺はお前がいなきゃ勝てない。幻霊の動きが一瞬止まった。俺の槍は鋭いかもしれない。でも届かない場所がある。俺一人じゃ打ち抜けない敵がいる。だからお前の矢が必要なんだ。リーナの瞳が大きく見開かれる。次の瞬間、彼女の目に再び光が戻った。信じてくれるにゃー。当たり前だ。俺はずっとお前と戦ってきた。二人の声が響いた瞬間、鏡の迷宮がビキビクと音を立ててひび割れた。何？偽ユーマと偽リーナが驚愕の表情を浮かべる。その姿は揺らぎ、赤い瞳の光が弱まっていった。いいな、ユーマ。息を合わせ、ユーマが槍で幻霊を押し返し、リーナが矢をつがえる。幻霊たちも必死に抵抗するが、その動きは乱れ、かつての鋭さを失っていた。いっけー。リーナの矢が放たれる。ユーマの槍の突きと重なり、矢は光を帯び今日の空間を貫いた。高音とともに鏡の壁が砕け散る。無数の破片が宙を舞い、明かりの粒となって消えていく。幻霊の二人は驚愕の表情のまま無惨していった。静寂が訪れる。鏡の迷宮は消え、ただ石造りの廊下だけが残っていた。勝ったのか。ユーマは槍を下ろし、肩で息をついた。リ
し見つめ合い、そして小さく笑い合った。胸の奥に言葉では言い表せない温かさが灯っていた。ありがとにゃ。イーナは弓を握りしめたまま微笑んだ。その方はほんのり赤く染まり、ユーマを見つめる目が一瞬をよぐ。何よ、そんなに見ないでよ。いや、ユーマは不意をつかれ、返事に詰まる。イーナは慌てて顔を背けた。ユーマはいつもそばで支えてくれる。彼女の胸に小さな鼓動が跳ねる。けれどその思いを言葉にする勇気はまだ持てなかった。それから数日、二人はギルドへ戻った後もいくつものクエストをこなしていった。森での討伐、街道の警護、巨大洞窟の探索、どんな場面でもあの鏡の試練で得た信頼が二人の絆を支えていた。イーナの鼻つやは以前よりも迷いがなくなった。ユーマもまた彼女を守るだけでなく、自然と背中を預けられるようになっていた。ギルドでもその名は少しずつ知られ、評判も高まっていった。二人は冒険者として確かない場所を築き始めていた。ある夜、討伐を終え、野営の焚き火を囲んでいた時のことだった。ユーマは燃えさしを見つめながら星空を仰いだ。俺の力最初はただ生き延びるためだけに振り回していたんだ。でも火の粉が夜空に舞い上がる。その明かりを追いながらイーナが横目で彼を見た。炎に照らされた横顔はいつもより少し大人びて見える。今は思うんだ。この力で何かを守れるんじゃないかって。守れる。そう、誰かの夢とか明日とかそういうのを支えるために戦えるなら、この力もきっと無駄じゃないんだとイーナはしばし黙っていたが、やがて穏やかに笑った。ユーマらしいにゃ。その笑顔を見てユーマの胸の中に温かな火が灯るのを感じた。ユーマの言葉が静かに夜へ溶けていく中、イーナも火の揺らめきを見つめながら口を開いた。ユーマは守りたいものがあるから戦うんだね。そうだな。まだはっきりとは言えないけど、それでも俺は前に進みたい。私も同じだよ。ほんの少し彼女の胸が温かくなる。私もね、怖いけど嫌いじゃない。だって戦わなきゃ見えない景色があるし、その先でしかたどり着けない場所もある。この広い世界をもっと見てみたいんだ。その言葉には幼い頃から抱いていた夢がにじんでいた。村の外に出たことのない仲間たちに話しても笑われるばかりだったあの夢。けれど今は隣に共に歩く仲間がいる。だからユーマと一緒ならきっと見れる気がするの。怖いけどでもそれ以上に楽しみなんだ。その声は小さく、けれど確かに熱を帯びていた。ユーマと同じ炎を見ていると胸の奥が不思議と熱くなる。魔王を倒すなんて無謀だってみんな言うけど、ユーマが本気で行くなら私も弓を放つ。だって私の夢もその先にあるんだから。ユーマは一瞬言葉を失い、そして静かに微笑んだ。ありがとう。いいな、お前がいてくれて本当に心強いよ。イーナは慌てて火に顔を向け、尻尾を揺らした。別にユーマのためだけじゃないし、でもいいコンビでいたいのは本当だよ。炎が夜空に舞い上がり、二人の影を揺らす。その影はまだ頼りなく小さいけれど、確かに同じ方向へと伸びていた。焚き火のパチパチと弾ける音だけが夜の静寂を刻んでいた。続く次回。第16話、魔王軍の石膏黒き戦に追放された最弱勇者ガチャ進化で無双の頂へ。第16話、魔王軍の石膏黒き戦にギルドの大広間は今日も冒険者たちの喧騒に包まれていた。剣を腰に下げた男、魔法の杖を背負った女、荷物を抱えた商人風の依頼人、それぞれの声が混じり合い活気と熱気を作り出している。その中でひときわ視線を集める二人の姿
に巣くう巨大マトリガンドラを仕留め、山間部で暴れ回っていた。暴風のワイバーンをもげくついしてきた。どれも本来なら5人以上のパーティーを組まなければ死者が出るような高難度依頼ばかり。それでもユーマとリーナはたった2人で全てを完遂してみせた。その成果は確実にギルドに広まり、今では一目置かれる存在として名が上がりつつあった。やれやれ、すっかり有名人だな。低い声が後ろから響いた。振り向いたユーマの目に映ったのは懐かしい顔だった。シグルド。リーナが目を丸くする。かつてこの町で最強剣士と呼ばれた男。ユーマが天星の槍でその肩をかすめ、勝敗を決した相手。今の彼は以前よりも穏やかな気配をまといながらも、眼光の奥には研ぎ澄まされた光が宿っていた。お前たち、随分名を上げているらしいな。シグルドの口元がわずかにほころぶ。いや、まだまだ。ユーマが言いかけたところで、シグルドは首を振った。謙遜するな。影の魔物を撃った話は俺の耳にも届いている。波の冒険者ならば心を飲まれ、命を落としていたはずだ。それを2人で突破した。大したものだ。周囲で耳を澄ませていた冒険者たちがざわめく。あいつら、やっぱり本当だったんだな。あのシグルドに認められてるぞ。視線はますます2人に集中し、ユーマは居心地悪そうに肩をすくめた。リーナは小声でささやく。ユーマ、見てみてみんな。私たちを英雄扱いしてるよ。困ったな。英雄なんてじゃないのに。そう言いながらも胸の奥には小さな熱が灯っていた。その変化を見抜いたようにシグルドはふっと笑う。安心しろ。俺も昔は最強なんて呼ばれて息苦しかった。だがな力を得た者にはそれをどう使うか選ぶ責任がある。お前はどうなんだ。静かな問い。ユーマは答えられなかった。なぜ戦うのか。この進化の力を何のために使うのか。心の中で何度も自問してきた。リーナが沈黙を破った。ユーマはまだ答えを探してる途中だよ。でも私は信じてる。どんな答えを見つけるにしてもユーマなら絶対に間違えないって不意にかけられた言葉にユーマは思わず彼女を見た。リーナの耳がほんのり赤く染まり、彼女は慌ててそっこを向いた。なるほど、良い相棒を持ったな。ユーマ、シグルドが柔らかく笑う。違うにゃ、仲間ってだけだから。リーナが慌てて否定すると、周囲からグスグスと忍び笑いが漏れた。その時、掲示板の前でざわめきが起きる。おい見ろ。新しい討伐依頼だ。辺境の森に魔王軍の石膏が現れたって、場の空気が一変した。魔王軍その名は、この世界では脅威そのものだった。単なる魔物とは次元が違い、人々を蹂躙する力を持つ存在。ユーマは依頼書を手に取り、視線を走らせる。討伐対象は、魔王軍の先帝とされる黒木イカサオに、裏を襲い、すでに数十名の犠牲者が出ているという。行くのか、シグルドが問う。ユーマは短く息を吐き、うなずいた。避けて通れないだろう。これが俺の力の使い道かどうかはわからない。だが、誰かがやらなきゃいけないのなら、俺はやる。リーナも隣で胸を張る。私も行くよ。ユーマ一人じゃ危なっかしいし。その言葉に、シグルドは満足げに目を細めた。よし、ならば、俺も手を貸そう。今度は敵としてではなく、仲間としてな。冒険者たちの間にどよめきが広がる。かつて最強と呼ばれた剣士シグルドと新進気鋭の二人組。その共闘はすでに英雄譚の始まりのように映っていた。ユーマは槍を握りしめ、リーナと視線を交わす。彼女の瞳は未来への不安よりもまだ見ぬ広い世界を望む輝きに満ちていた。行こう。リーナ、3人はギルドを後にし、
ざわめく声を背に受けながら歩き出す。その背中を多くの冒険者たちが羨望と敬意を込めた目で見送っていた。それは英雄の兆しにたならなかった。夜の帳が降りる頃、町の広場には妙なざわめきが広がっていた。冒険者たちが集まり、互いに顔を見合わせては声を潜める。また出たらしいぜ。黒木草鬼が辺境の村が壊滅したって話だ。逃げ延びた連中の証言じゃ、剣で切られても矢で撃っても傷ほど続かない化け物だとよ。震える声がふとからふとへと伝わり、恐怖は連鎖のように広がっていく。その中心にユーマたち3人の姿もあった。その3人を見つけた周囲の冒険者たちは興奮と驚きの混じった声を上げる。すげえな、あいつらマジでいい時だ。ほんかよ。やじとも激励ともつかない声が飛び交う中、3人は静かにそれを受け止めていた。その喧騒の奥には不安だけでなく、誰かが立ち向かってくれるという期待も混じっていた。シグルドが腕を組み、わずかに笑みを浮かべる。切っても倒れぬ相手がただの魔物じゃありえん。魔王軍の選定なら話は別だな。ユーマは無言でうなずき、拳を握りしめた。街を出ると空気が一変した。リーナの耳がぷくりと動き、周囲を見渡す。空気が重いね。外に出ただけでもう魔物の気配が混ざってる。夜風に運ばれる匂いさえどこか自臭を含んでいるようだった。翌朝、3人がたどり着いたのは戦鬼が出没したという辺境の村だった。だがそこに村と呼べるものはもはや存在しなかった。焼け焦げた家々、吐き裂かれたしがらみ、乾いた血がこびりつき、粉々になった武器が地面を覆っている。風に乗って漂う焦げ臭さがまだ新しい。イーナが思わず口元を押さえる。ひどすぎる。ユーマは言葉を失い、無意識に槍を構えていた。何かがまだここにいる、そう感じた。シグルドが片膝をつき、地面をなぞる。これは剣の跡だな。だが深すぎる。人間の力じゃない。風が吹き抜けた瞬間、どこからか吹くいう鳴り声が響いた。3人が同時に顔を上げる。森の奥、木々の間で黒い影がゆらりと揺れた。鳩のようでいて鳩ではない。しかしいように膨れ上がった筋肉と獣のように歪んだ輪郭、真紅の僧帽だけがぎらつき、夜よりも濃い闇の中から光がこちらを射抜いていた。いたか。シグルドの声が風の中に鋭く響く。黒木草鬼、その名の通り全身を覆う漆黒の鎧は乾くきらぬ血で赤黒く染まり、手にした大剣は人間の身長を優に超えていた。一歩また一歩、足を踏み出すたび大地がうなり、砕けた石が跳ねる。恐怖が空気を支配し、廃墟の影さえ怯えているようだった。リーナが喉を鳴らす。やばいよ、気配が重すぎる。これまでの魔物なんか比べ物にならないにゃ。ユーマは乾いた唇を噛み、正眼に構えた。足がわずかに震える。だが退くつもりはない。黒木草鬼は言葉を持たぬはずの存在。だがそのうなり声はまるでお前たちを潰すと告げているかのように聞こえた。次の瞬間、高音が大地を叩いた。戦鬼が振り下ろした大剣が村の井戸を一撃で粉砕する。石片が飛び散り、血煙が視界を奪った。ユーマはとっさにリーナの腕を拭き、身を翻す。すれ違いざまに剣風が頬を裂き、熱い血が滲んだ。シグルドが叫ぶ。油断するな。こいつの一撃はどれも致命傷だ。血煙の向こうで赤い僧帽がぎらりと輝いた。黒木草鬼は再び大剣を構える。その姿はまるで人間に絶望を刻み込むためだけに生まれた化け物のようだった。3人の喉が同時になる。逃げ道など最初から存在しない。戦いが始まった。続く。次回第17話、進化の